ちは。フェティシズム研究家のひなこです。前回は私が所有しているマスクの数を全部で数えてみたんですけれども、今回はマスクについてちょっとずつ紹介していきたいと思います。今回はガスマスクについて説明していきたいと思います。で、今ここに私が持っているガスマスクを集めてみました。結構数があったんですけど、それぞれいろいろ特徴があるので説明していきたいと思います。ガスマスクフェチなんですけれども、ガスマスクは主にラバーでできています。なのでラバーフェチからガスマスクフェチになってしまったという人もいれば、ガスマスクから最初に入ってそこからラバーが好きになってしまった、両方最初から好きだった人もいるかもしれないんですが、主にラバーフェチの人がとても多いです。もちろんガスマスクだけが好きな人もいますが、大体ラバーが好きな人が多いですね。まずガスマスクは普通はね、戦争だったりとか危ない場所に行く時にかぶって自分に害が及ばないようにするためにかぶるものですね。で、中にはリアルなもの、昔使われていて今ユーズドとして世の中に出回ってそれをかぶってるパターンがあるんですけど、今所有しているのをちょっとずつ説明したいんですが、まずじゃあ、この端からいきましょうか。ラバーズファイネストというドイツのラバーメーカーさんが出しているマスクで、シッケストマスクインザワールドっていう名前なんですけど、世界で一番分厚いマスクという名前の通り、前回もお話ししたんですが、厚さが2センチで、このマスク自体の重さがだいたい 3.5 キロぐらいで、この周りについている付属品合わせると5キロぐらいになります。これはプレイ用のマスクですね。いわゆるかぶって圧迫されて呼吸を管理されるために作られたマスクです。これは一応ガスマスクのグループに入れさせてもらいました。で、お隣、名前が HRN っていうガスマスクの種類なんですけど、改造されていて、ここの部分、これなんだろうと思うと思うんですが、これはスメルバッグというんですよ。で、この中に臭いものとかを詰めてその匂いを嗅がせちゃうっていうマスクですね。で、お隣、これは、スイスのガスマスクですね。で、名前が SM67。これもともとのガスマスクですね。ガスマスクを改造してあるんですけど、これはインフレータブルになってます。ちょっとやってみますね。こんな感じで中に空気を入れて膨らめることができます。なんで空気を入れて膨らめるのかっていうと、膨らめることによってここに空気の層ができますよね。そうすると音が聞こえづらくなるんです。見た目が可愛いっていうのもあるかもしれない。可愛いですかあるかもしれないんですけど、音を聞こえなくさせるために空気を入れてますね。で、これが、私が初めて買ったガスマスクがこれです。
これはですね、カナダの C3 っていうガスマスクなんですけど、ちょっとこれかぶってみましょうか。まあこんな感じで、ここにフィルターがついていて、このフィルターを通して空気を吸います。今ちょっと隙間があるのであれなんですけど、まあ、基本的に苦しいですよね。これは私はなんか目が丸くて可愛いなって思って買いました。はい、このちょっとオレンジの変わったやつですね。これはアウラエライト PF かな。この大きい画面が可愛いですね。で、お隣にある MSA のミレニアムっていうガスマスクで、多分この中にあるガスマスクの中で一番新しい。見た目も今っぽいってかっこいいですよね。ここが取り外して変えることもできます。で、この辺に3つある、似たようなお顔のガスマスクは、これはイスラエルのガスマスクですね。で、これはお友達がね、改造してネズミっぽく作ってくれました。このイスラエルのガスマスクはすごいよく見かけるんですけど、イスラエルの政府が市民に対して大量に配ったんですね。なのでそれがまあ割と今も世の中に出回っているのかなという感じですね。ガスマスクの楽しみ方なんですけど、もしプレイで使う場合は、顔を隠すことができるっていう一つのメリット。あとは息苦しい、息を管理されてしまう。基本的に一方通行なので、入り口を塞がれたら息ができないわけですよね。で、その状態の時に身動きが取れなかったら、もうそれはもう管理下に完全にいることになりますよね。そういう感じで楽しんだりとかもできます。その状況とか苦しいっていうのが好きな人のプレイですね。はい、それを呼吸管理、呼吸制御、ブレスコントロールと呼んでます。実際にどう楽しむかというと、このようなチューブを接続したりして楽しみます。で、それぞれのガスマスクの口の規格ですねが若干違ったりとか、デコとボコが逆だったりとかするので、いろんなタイプのアタッチメントが、それぞれ、たくさん必要なわけですね。で、そのチューブの先に一体何をつけるのかというと、このような袋をつけます。リフレックスバッグと言います。これは6リットルと書いてますね。で、3リットルというのもあります。で、この先っちょを塞ぐと、あなたの吸える酸素は3リットルですよということになります。で、苦しそうになったら先っちょを開けてあげたりとか、細心の注意をね払いながら呼吸管理をするときに、使います。で、この先につけるこのバッグなんですけど、バッグもいろいろなものがあって、こちらはですね、ファスナーがついてます。さっきのスメルバッグと原理は同じなんですが、この中に履き古しのパンツだったり、履き古しのタイツだったり、靴下だったりを入れて、で、その臭い空気以外を吸ってはいけませんというプレイに使ったりします。それに派生して、このようなボトルもあるんですけれども、これは液体をねこの中に入れるんですが、ここに小さい穴があるんですが、ここの小さい穴から空気を吸います。液体は水でもいいんですけど、よく使われるのは、尿ですね。尿を通過した空気以外を吸う
ことができなくするというおもちゃですあと面白い使い方としては、1つのリブレスバッグを2人で共有するという遊び方もあります。そうすると2人でこの中に入った空気が吸うことができないんですよ。で、お互いの入った空気を共有し合うっていう、ちょっとロマンチックなロマンチックな遊び方もあります。いろんなアタッチメントがね楽しめて、これはガスマスク専用の目隠しだったりとか、専用のチューブだったりとか、いろんなものが売られてます。この辺のものは主に私は海外のサイト、特にドイツのサイトで購入してます。日本だと、インターネットで最近だと、ヤフーオークションだったりとかでも買うことができるんですけど、意外とサバイバルゲームの中古屋さんとか、あとは専門店だとST フェレアさんっていうインターネットのお店があるんですけど、そこで結構ガスマスクをたくさん取り扱っているので、もし気になる方は、買ってみてくださいガスマスクといってもいろんな種類がありました。次回はまた別のマスクを紹介していきたいと思います。ありがとうございました。